何かの間違いでしょうか。自作のインナーサイレンサーで車検対応の踏ん詰まりマフラーの排気抵抗値がいきなりゼロになってしまいました。どうもマエストロガレージです。前回の動画をご覧になっていない方には、こいつは突然何を言い出すんだとお思いでしょう。とりあえず概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になっていただいてからだとスムーズにご理解いただけると思います。まずは流行る気持ちを抑えまして、前回、踏ん詰まりマフラーにぶち込んだ内径 36mm のインナーサイレンサーの近接騒音測定の映像からどうぞ。一応公的なレギュレーションを真似て測定していますが、素人計測なので目安程度に捉えてください。最大出力回転数の 75%、4800回転からのアクセルオフを測定します。市販の後付けインナーサイレンサーの中では太めの 36π ですが、そんなにうるさくないですよね。ノーマルプラスアルファってところでしょうか。測定された数値は 89.5dB。ノーマルマフラーの約 85dB に対してほんのちょっとの増加。余裕で保安基準適合です。それでは全開加速のサウンドもどうぞ。鳥の鳴き声とスキール音に邪魔されていますが、もう一度どうぞ。後付けインナーサイレンサー独特のブシューって音が出ちゃってますね。サウンド的には少し残念ですが、ノーマルマフラーよりも比較的高回転までトルクがついてくる感じです。評価としてはまあまあ静かめで、子守音も感じない、疲れないマフラーって感じですが、全開にするとブシューって感じの独特の音が出ます。てなわけで、ここからが今日の本題です。はい、それじゃあ加速騒音の測定も終わったんで、次のステップに移ります。またサクッと取り外して交換しましょうか。これ車上で穴開けると削りカスの排出とかちょっと難しいんで、とりあえずまた取り外します。また今回も穴を拡大します。これブリッツさんの接続方法っていいですよね。ガスケットがいらない、そのままの差し込み式なんで、バンドで留めてる方式なんで、ガスケットがいらないんですよね。何度もガスケットを新品用意しなくても何度も付け替えられます。これいいですね。サクッと取り外しまして、ここはまたいつもの手術台。今日はですね、この内径 36mm の汎用のインナーサイレンサーの代わりに先日製作したはい、この 42.7π のパイプにこれくっつけていきます。ふめるくんのパパさんありがとうございます。ご提供ありがとうございます。外径 42.7mm、内径で 40.5mm のパイプを使って事前に用意しておきました。完全なワンオフです。このロングのインナーサイレンサーと交換して排気抵抗を測定してみたいと思います。それではこいつをぶち込む前に念のために今現在の状態を測定しておきます。それじゃあこれ内径 36π 仕様です。スイッチオン。測定機器は前回と同じ構成です。数値は 0.04 から 0.05 ちょっとの間。ちなみに単位は PSI です。確かこの 0.04 って数値、パワーフィールがもう少し高回転よりのセブリングの数値よりもちょっと高めだったんですよね。前回の測定値とはね、やはり、気温と湿度とかが違うとなんか結果が違うかもしれないので、今日も念のために、純正マフラーと、セブリングも比較として測定しておきます。まずは純正マフラー。スイッチオン。0.2 前後。つまり前回と条件はあまり変わらないみたいですね。セブリング。スイッチオン。オーストリアの老舗メーカー、セブリングは 0.01 から 0.02psi。トップエンドまでトルクがついてくるパワーフィーリングを目指すには、この辺りの数値が理想なんですかね。
なので、現在の目標としては、少しでもセブリングの排気抵抗値に近づけたいと思います。セブリングのフィーリングに近くなってほしいと思ってるんですよね。静かで速い、スポーツマフラーの一つの理想ですよね。ならセブリング使えばいいじゃんって思われるかもしれませんが、なんて言うんですかね。僕の好みはセブリングのサウンドじゃないんですよね。もうちょっとなんかこう、もう少しスポーティーなグッドサウンドが欲しいんですよね。なもんで今日もチャレンジしていきます。それでは本日の工作に移ります。じゃあ外していきましょうか。ぴったりキツキツのところに打ち込んだ前回のサイレンサー。自作のスライディングハンマーもどきで抜き取ります。もう抜けるでしょうか。よし。はい、抜けました。結構キツでしたね。さて、今日はこの内径 36mm の汎用のインナーサイレンサーから、これ、内径がさっき測ったら 40.5 だったかな ?40.5、外径が 42.7、内径 40.5、4.5mm。この汎用のインナーサイレンサーより、内径で 4.5mm アップした、このロングバージョンのインナーサイレンサーを試してみたいと思います。もうインナーサイレンサーっていうよりただの筒ですよね。これを試してみたいと思います。中入っちゃう感じ。こんな感じです。もう一気にガバッと大きくしないのが今回の企画です。少しずつ、口径を上げていって排気抵抗を測定していってみたいと思います。ひょっとしたらこの長さも関係してるかもしれないので、この長さもひょっとしたら調整するかもしれません。それは焦らず次回以降にしましょうよ。さてと、入れ替えるにあたってまたあの穴を広げなきゃいけませんね。あの穴です、あの穴。あれを広げます。0.3mm ぐらい外径としては大きい 43mm のホルソーを購入しました。前回ちょっと苦労しちゃったんで、ちょっと気持ち大きめにしてます。43mm のホルソーを使ってまた穴を拡大していきます。いきます。ちなみに電気ドリルに回されて30年のベテランが自己責任でやっている工作です。決して真似をしてはいけませんよ。取れたような気がしますね。どっかつながってるね。ほんと一部がつながってる。想像ではリング状にくり抜けると思っていたんですが、なんか中でバラバラになってしまいました。前回ほどではないけど難航しました。こんなん中でバラバラになっちゃって大変でした。無事取れました。ちょっと軽く後をやすりかけて気持ちバリだけ取ります。はい、またこうやって拡大しました。こんな感じの、今回はこんな感じの、もう破片ですけど、こういうのをもう削り取りました。もうパイプじゃなくて破片ですね。でですね、今回ね、ちょっと大きめのやっぱりねホルスを使うとね、こう遊びがもうスムースなんですけど、ちょっと遊びが出るんですよね。この遊び許容範囲ですが、ちょっとなんか工夫しましょうか。この遊びをこう結局、僕何が嫌だってここで例えばこうビリ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 っていうようなこうなんていうんですか、これが動くようなビビリ音が出るのが好きじゃないんで、これなんとか考えます。これはこのガタガタなのもまたこんな感じのフィットさせるスペーサーあるんで、これでフィットさせます。出口のガタはいつものこれです。でですね、このロングのインナーサイレンサー、どこまでいくかっていうと、ここに穴をこの穴と揃えたとして、こんな長さがこんな長さまでいきます。僕の頭の中にあるなんかこう排気効率の、夢物語ですけど、一応この長さが肝です。この長さで試していきたいと思います。排気のエネルギーが膨張し始める瞬間、ドーナツ状にそのど真ん中だけをくり抜くイメージです。じゃあ組んでいきましょう。これ邪魔だな。ちょっと待って。さっきの型付きをこうなくすのに、緩和するのに工夫しようかなと思って。まずこれ、スペーサー。この型を取るためのスペーサー。そして、このステンレスだわし。ステンレスウールじゃないですよ。これステンレスだわし。このステンレスだわしでこの辺、こうやって入れて、この型を取っていきたいと思います。で、穴を合わせ、じゃあ穴を合わせて入れてみましょう。多分、大丈夫だと思うんですよね。こうか。じゃあ入れてみます。大丈夫かな。
抜け止めボルトの穴を慎重に合わせて入れていきます。いつものようにキッツキツです。まあ僕何でもきついのが好きなんですよね。自分のズボン以外は。で、ここで打ち込んじゃいます。大丈夫かな。この辺かな。おい、バッチリ。あれナットワッシュだった。じゃあこれで止めておいて。いいでしょう。おい。ちょっと向き変えましょうか。はい。この焼け色がちょっと思わせぶりですかね。とりあえず今回完成しました。これでまたテストしましょう。はい。この汎用の内径 36mm のインナーサイレンサーから内径、いくつでしたっけ ?40.5? 内径 40.5 の、このくらいまである長いバージョンのインナーサイレンサーに交換しました。これで今からテストしてみます。まあそうは言っても 36mm から 4.5mm しか変わってないですけどね。このほんのちょっとの拡大でどのくらい変わるもんなんでしょうね。はい、測定環境が整いました。それじゃあ測定してみましょう。どんな風になりますかね。じゃあスイッチオン。ここで予想しなかった数値が出ました。0.05? 大して変わらんじゃん。で、いやいや、よーく見てください。マイナスになっています。マイナス 0.05。測定のパイプの接続ミスかと思いましたが、出口を塞いで抵抗値を上げるとちゃんとプラスになります。これはちょっと予想外でした。やべえんじゃないのこれ。ちょっとやりすぎちゃった？でもだって内径 40.5 でしたっけ？内径 40.5 ですよ。やりすぎちゃった？ちなみに何も接続しない状態でマイナス 0.03 からマイナス 0.04。これがいわゆる腹下直感の状態です。通るときにキャブレターみたいにベンチュリー効果で吸い出されるんですね。で、やっぱりこの延長パイプつけるともっと効果が上がって、もうすごい力で吸い出されるみたいです。直感状態を想定したパイプの数値はマイナスの 0.12。思わず流体の完成力を見てしまいました。まあこれはとりあえず関係ない。予想外に一気に下がってしまった排気抵抗。どうなってしまったのかは実際に取り付けて試してみなければわからん。ということで、ちゃちゃっと取り付けてエンジンスタート。はい、じゃあいつもの絵面ですけども取り付けていきましょう。はい、それじゃあファーストテイク。ホールドスタート状態で回転高めですが、この程度の音量である。まだ近所迷惑にはなっていないかと思われます。音質的には以前制作した直感アダプターの音に似て、金属的な高音が混じっているような感じですね。ブイブイ言わせて試験走行をする前に近接騒音を測定しておきます。いつもの通り45度の角度で50センチ後方で測定します。あれ？なんか静かになってませんか？ちなみに 36mm 仕様の時はこちら。89.5 デシベル。そして今回の 40.5mm のロング仕様は、ちょっと反射して見づらいですが、87.2 デシベル。静かなのは良いことだとしても、口径が大きくなっても音量は小さくなる。やっぱり長さが鍵を握っているみたいですね。
とにかく近接騒音に関しては保安基準内ってことで、これからテスト走行に行ってきます。しばらく乗り回してみないとわからない部分もあると思いますので、走行フィーリングに関してのレポートは次回の動画までお時間をください。それではまた。